冬の雪山を越えるのは大変なことです。冬は寒い日が続くこと、雪は雨が冷たく白い綿になったものです。ぬかるみが荷車をとどめてしまうことは知っていますか？雪も同じです。だから彼らはポポの力を借りるのです。そう、村で働くあのポポです。彼らの故郷は雪の国なのですよ。ある時一人の商人がポポと共に雪山を越えようとしていました。大きな親のポポと子ポポたち。彼らは家族なのでした。寒いと雪は溶けないので森も山も見渡す限り真っ白になります。ポポは枯れ草色ですね。だから雪の中でもお互いを見失わないのです。でも商人が気づいた時にはなぜかポポが一匹増えていました。他とは違い毛並みの真っ白なポポでした。雪に紛れてしまうほど。今までに見たことのないその姿に商人は首をかしげました。でもポポが生まれたり増えたりすると村の人は喜びますね。ですから商人もこれ幸いとついてこさせることにしました。せっかくだからと他のポポが担いでいた荷物まで乗せて、新たな家族にはぐれ白ポポを連れて商人は雪道を行くのです。しかしその旅路はどうにも運が悪かったようで、一家はバギー一味に狙われてしまいました。雪山のジャギーですね。そうです。雪山にも肉食竜はいるのです。ポポが住む限りどこでも。しかもとっておきの眠り毒付き。あっという間にポポは眠らされてしまってまさに命の危機でした。商人にとってポポの命は自分よりも大切です。だから商人はなけなしの勇気を振り絞って大弓を持ちました。怯える白ポポをなだめて取り囲むバギーとその親玉に向き合います。そんな時でした。獲物を前に嬉しそうなバギーの頭に大きな雪玉が降ってきたのです。ボフンとバギーは雪に埋まってしまいました。そんな雪玉が次々と。バギーの群れはもう大慌てです。でもポポたちには当たりません。やがてズシンズシンと足音が聞こえます。地響きのような足音が。バギーの親玉と商人が恐る恐る見上げた先には大きな大きな、山と見まごうほどに大きなポポが雪の中から現れたのでした。その名をガムートと言います。山の神様とも呼ばれる生き物です。真っ白なポポはその子供なのでした。子を守ろうとしたのですね。生きながらえた商人とポポイが白ポポを山の神様に返しました。親が怖かったのもありますが、何よりも山ほどに大きなポポなんて村の厩舎にも牧場にも入れませんよね。そんな別れの折、商人はうっかりしていました。白ポポに荷物を預けたままその親子を見送ってしまったのです。今はもう昔の話。荷物はとっくに背中から落ちているでしょう。でももしいつか雪山でポポの荷車についてくるガムートがいたら、それはいつかの日に荷物を背負った白ポポかもしれませんね。